インフィニティチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。三浦です。下です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、アルミサーボホーンの使い方、これをちょっと紹介したいと思うんですけど、前回電動カーの使い方を秋穂でやったんだけど、エンジンカーの時逆にどういう設定をするのかを高木に聞いてみようかなと思って、でこのサーボホーンってまっすぐじゃなくて曲がってるんだけど、これの意味というかまず紹介した方がいいのかなと思って。この、まず曲がってる意味っていうのは、これそうですね、この字になってる、これハンドル切ると、このハンドル切った時の、この左右の角度が一定するように、このくの字になっているっていう状態なんですよね。向こうに行き過ぎないとか、あと逃げだよね。そうですね、このタイロッドがここの部分がタイトな作り方をしてるので、これをどうしてもまっすぐでいくと右と左で切れる量が変わっちゃうから、その部分を逃がすためにこれを斜めにしたっていうところで、そうですね。でこの部分ギリギリであると、この燃料タンクのところにここのスペースもかなりギリではあるんだけど、クリアできると。そうですね。でこれ高明は、秋穂の時っていうのは90度にしてつけるよって最初言ったんだけど、90度、ホーンがタイロッドの角度が90度にするよっていうふうにしてるんだけど、高木もやっぱ同じようにするの？僕は90度っていうよりも、僕のやり方はもうまずグロポの方で、サブトリムはまずゼロ設定にします。このサーボに留めるネジと、このリンケージのネジ、これをもうまっすぐ、これがなので、例えば直角、サーボが横に置いてあったら直角90度になるってことだよね。この本は佐賀さんと協力してこれは作られているので、もう体型がほとんどもうまっすぐ入るように設計されているので、サブトリムをゼロの状態で、とにかくなるべくまっすぐの状態でメガボックスちょっと借りるよ。ここのサーボこう置いた時に直角でね、直角になるように、こういった形でなるように止めてもらえると。まずそれ止めちゃっていいの？もう止めちゃっていいです。でその次に、サーボホーンからサーボセーバーにつながるロッドの長さっていうのが、この説明書に書いてあるので、その説明書通りにしてもらえれば、もうほぼサブトリムはゼロ付近でうまくいけると思います。使わなくていいってことですね、サブトリムをね。そうすると一番最初のポイントとしては、サブトリムをゼロにするってことが大事がポイントなのね。3話のこのプロポで組むときは、とにかくまずゼロにして、その部分をゼロで、トリムの方もゼロにしなきゃいけないね。そうですね。サブトリムもそうだし、メインのトリムの方もゼロゼロにまずは合わせて、それから組み上げるっていうのが大事なポイントなんです。これ人それぞれでやっぱ前秋穂の時も言ったんだけど、人それぞれやっぱ個性があるから、それをちょっと知りたくて、じゃあこれでまず合わせましたと、それから今度左右の LR のバランスっていうのはどうやって調整してるの？僕の場合はですね、ヒューディのこのゲージを使って左右の打角を見ていますね。プロポネを使えば調整できるでしょ、逆に言ったら。そうですね。でも基本的にはそこをいじらないで、なるべくいじりたくない。だけどもう 0% ずれないっていうのはないので、なるべく少なくっていうのを僕は心がけてやってます。その辺がエンジンカーの人と電動カーの人だったり、人それぞれの個性が出るから、それをちょっと前回秋穂のでやったんですけど、その差があったんで、ちょっと面白いなと思って、そうするとこれで左右のバランスを合わせて確認してるってことね。またよろしくお願いします。お願いいたします。